冷凍 OK！ 冷凍王子の西です。冷凍の専門家として冷凍に関する情報を発信しています。今回のテーマは冷凍の極意、失敗知らずの冷凍の4つのルールです。冷凍っていうと、皆さんやってる方も多いんですけども、やっぱなんとなくやってるって方がすごく多いですね。でやはり食材が傷んでしまうからとか、今食べきれないから仕方なく冷凍するという、そういった方も多いと思います。ですが今回ご紹介する冷凍の極意、冷凍の4つのルールを守ってもらえれば、美味しくて鮮度のいい状態で保存ができるので、それについてご紹介したいと思います。これだけ守れば失敗しない冷凍4つのルール。ルールその1、新鮮&美味しい状態で冷凍する。冷凍はキープする技術です。そのため肉や魚、野菜というのは鮮度のいい状態で冷凍することが大事ですね。さらには料理を冷凍するときは美味しい状態で冷凍する、これがすごく大事なんですね。特に生鮮品の肉、魚、野菜っていうのは、鮮度によって美味しさがどんどん落ちていくので、本当に鮮度のいい状態、できれば買ってきたその日のうちに冷凍するっていうことが大事です。あとは、作った料理はやはり出来たての美味しい状態、これをその場ですぐ冷凍するっていうことが大事ですね。ですので冷凍することを考えて食材を買ってきたり、料理をするっていうことも非常に大事ですね。このルール1に関しては、どの冷凍テクニックに関しても当てはまる基本のルールですので、これだけを守っていただくだけでも本当に美味しい冷凍っていうことが実現できますね。ルール2、できるだけ空気を遮断する。冷凍室の中は非常に乾燥しています。そのため食材を冷凍室の中に入れると乾燥と酸化っていうのがすごく起きてしまいます。対策としては、肉とか魚、野菜なんかもそうなんですが、やっぱりラップを表面にしっかり貼り付かせるっていうことが大事ですね。特にカット断面があるような状態であれば、必ずラップをするっていうことが大事ですね。でさらに冷凍用の保存袋に入れた時に空気をしっかり追い出してから封を閉じるっていうこともすごく大事ですね。そうしないと空気が残ってる状態ですので、そのまま冷凍室に入れると空気が原因で、乾燥と酸化が起きてしまうということですね。ですので空気をしっかり遮断するということが大事です。ラップと保存袋を使うということもいいんですが、それと下味冷凍というやり方があります。これは食材と調味料を一緒に冷凍するというやり方なんですね。でこれは調味料がラップの代わりになって、食材の表面をコーティングすることで空気から乾燥と酸化を守ってくれるんですね。ですので下味冷凍は下味をつけるだけじゃなくて、冷凍保管中の乾燥と酸化を防ぐこともできます。ルール3、食材をなるべく薄く平らにして冷凍する。食材を薄く平らに冷凍するメリットは4つあります。1、早く冷凍できる。2、早く解凍できる。3、冷凍室に収納しやすくなる。4、食材によっては使いたい分だけ手で折って使うことができる。特に1と2は重要で、凍らせるスピードが遅いと、食品中の氷の結晶が大きくなって、細胞組織の破壊が起きてしまいます。また解凍が遅いと、水分や栄養が流出したり、さらには食感や風味が落ちてしまいます。冷凍用の保存袋に入れると自然と薄く平らにはなるんですね。でその時に注意してほしいのは、多く入れすぎないということですね。いっぱい入れてしまうと分厚くなってしまいますので、適度な薄さにとどめるというところが大事ですね。そのため保存袋に入れて平らな状態で冷凍庫の中に入れるというところがポイントですね。ルール4、同じカットサイズに揃える。同じサイズにカットすることで、冷凍する時の冷凍ムラ、さらには解凍する時の解凍ムラっていうのが起こりにくくなります。でこれがカットサイズがバラバラしていると、早く凍るもの、遅く凍るものっていうところでやはりムラが起きてしまいます。そういったところを防ぐためにも、同じ袋の中に入れるものは同じサイズ、カットサイズに揃えるってことが大事ですね。同じカットサイズに冷凍しておくと調理する時にも使い勝手が良くて美味しい料理に仕上がるコツになりますね。で例えば複数の食材を1つの袋に入れる時ですね、例えばパプリカとピーマンを一緒に冷凍しますとか、そういった時にもやっぱ同じサイズ揃えるっていうのがやっぱポイントですね。あと他にはキノコもミックスして冷凍するっていうのもおすすめなんですが、その時にもカットサイズ揃えておくと非常に使い勝手もよく美味しさにもつながるということですね。いかがでしたでしょうか。今回は冷凍の極意を説明させていただきました。やはりその冷凍の基本になる部分ですので、どんな冷凍レシピも当てはまる。ぜひ皆さんこれは参考にしてほしいなと思います。今回紹介した冷凍の極意は宝島社から発売されている西川隆の美味しすぎる冷凍レシピも詳しく掲載されています。でその他113品の冷凍レシピも掲載されていますので、ぜひご覧ください。でさらに、冷凍といえば解凍もすごく重要なんですけども、この解凍の極意に関してはまた別の動画で紹介してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK！